洗車用のシャワーポンプ動かないので分解してみました。いつも使っていますマンションの下にある洗車スペース、冬になると水道管の凍結防止のために水が止められてしまいます。そんな時にバケツの水から洗車ができるポンプを購入しました。ただそれがなぜか動かない。水圧とかいろいろレビューしたかったんですが、まずは故障の原因究明からということになりそうです。前回このポンプが使えなかったのでコイン洗車場で洗車をしていました。動かないのであれば返品すればいいんですが、実はこれ買ったの結構前で、もうその返品期間過ぎてしまったので、もうね、自分で何とかしようということで、今回分解をしていきたいと思います。このシャワーポンプの商品自体のレビューを見たいという方は、この修理動画を見ても仕方がないと思いますので、また別で作っていきたいと思います。水の流れはこんな感じ。10アンペアまで給電できます。これ結構便利で、タイヤの空気入れもこれから給電しています。モーターはね、ちゃんと動いてくれるんですが、全く吸われている感じがありません。このスプレーノズルの方、そこが閉まっているから吸われていないんだなと思いまして、グリップを握って回旋したり、この別のスプレーノズルで回旋をして試してみましたが、結局吸ってくれませんでした。このポンプについて僕知識ほぼないので手探りでやっています。おそらくポンプベルトが入っていて、そのベルトが摩耗したり、そういった原因で吸わなくなるんじゃないかなと。モーターは動いているにもかかわらずということなんですが、ちょっと分解して見ていきます。おそらくポンプの中に入ってきた水がスプレーの先端が閉まっている時にポンプ内で水圧が上がって、この部分を押し上げて先ほどのスイッチに当たってモーターの電源が切れるという構造になっているんですね。特に破れたりということはしていません。以前直した BMW X5 のサイドミラーのチルトモーター、それに比べるととても大きいです。
この青いところにモーターが刺さります。明らかに壊れているところないんですよね。これ開けた瞬間にスプリングが吹っ飛んできました。はい、ちょっと面白い映像が撮れましたが、スローにするとあそこの部分がね動いていました。この動きによって水が送られているという構造で、ベルト使われていませんでしたね。なんか問題なさそうなので、とりあえずこれで戻して水に差し込んで試してみようと思います。水圧に連動するスイッチの部分ですね。予想外のことが起きて固まってます。この連動スイッチの途中にあるボタン、その沈み具合をこのネジで調整できるようです。目いっぱいネジを締め上げてしまったことでボタンが押されて外れてしまったようです。分解してみて思いましたが、結構シンプルな作りですが、ポンプ特有の構造いろいろあるようですね。面白い。今度はちゃんと吸われている感じがあります。何なんでしょうね。このクリーム色のパッキンといいますか、ガスケットといいますか、あのパーツ、それのどこかが浮いてたかなんかで、中の気密性が失われてポンプが動かなかったのかもしれないですね。今更気づきましたが、先ほどの水圧に連動して動作するスイッチ、ネジの締め具合、調整できるようになっていました。さあどうでしょう。ここから出るか。出たどー。興味本位で分解してそれを戻しただけで治ってしまいました。まあ結果オーライということにしときましょうか。めでたく治ったということで、次回はシャワーポンプのレビューをしていきたいと思います。ポンプの中身が見れて楽しかったという方は、いいねボタン、登録ボタンをお願いいたします。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。またお会いしましょう。